新しい仕組みで発射してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはハンドガンの弾からです。こんな感じで、細くて薄い鉄の板をつけることで、威力を高くしてみます。そして、火薬と同じ山のプラスチックを周りに4つつけて囲むことで、反動を打ち消すようにしました。同じものを全部で4つ作ったら、地面に並べて火をつけてみましょう。おー、いい感じに弾が飛んでますね。薄い鉄はダメージにボーナスが入るので、威力もかなり高めになっています。弾はこれで OK として、こちらをベアリングにつなげて、リボルバー銃のシリンダーのようにしましょう。ベアリングの軸ではなく、外輪の方につなげるのが、うまく点火するコツです。こちらに火を近づけると、しっかり一発ずつ点火してますね。少し反動が発生することもありますが、発射には問題なさそうです。今度は、こんな感じで、プラスチックの棒と、ベアリングのバネで押さえつける仕組みを作りました。この仕組みがあれば、こんな感じで、弾が回転したとき、決まった場所で止めることができます。弾に点火する位置を固定して、発射しやすくしようというわけですね。でも、一発撃つたびに、手で弾の位置を移動しないといけないので、ちょっとめんどくさいです。そこで、弾のケースの板を、一箇所だけ外すことで、発射の反動で回転するようにしてみましょう。うまくいくんでしょうか？試してみると、全然回転してくれませんね。ピクッと一瞬動くだけで、回る気配がありません。それからも、回転を固定している部品を調整して、うまく一発の発射で、4分の1回転してくれるように、いろいろ試していましたが、なかなか思ったように回転してくれませんでした。それでも、なるだけ固定を緩くして、火をつけてみると、4分の1回転してくれました。でも次の弾に誘爆した後、なぜか戻ってますね。さすがに緩すぎるのか、回転しすぎることも多いです。一瞬だけ火を近づけると、誘爆せずに4分の1回転しました。しかし、次の点火では、100回転してしまいました。なかなか安定しませんね。その後も、いろんなパターンを試しながら、うまく4分の1回転できるように、頑張ってみましたが、結局安定して動かすことはできませんでした。多分、この世界の回転速度には、制限があるので、火薬の爆発の力が、そのまま回転速度に反映されないせいだと思います。しょうがないので、爆発の力で回転させることは諦めて、本物のハンドガンと近い動きをするようにしましょう。そのために、弾を作り直して、細い鉄の板ではなく、小さな鉄のかけらを発射するようにしました。鉄のかけらがくっついて、発射できないことがあるので、銃に組み込む前に、発射のテストをしておきましょう。さっきより威力は低いですが、ちゃんと発射できてますね。弾ができたら、ベアリングを4つ組み合わせた、平行リンク記号を使って、新しい仕組みを作りましょう。こんな感じで、4つの弾をつなげたものをつけて、上にスライドして動くようにします。この先に重心をつけて、下から上に押し上げることで、発射しようというわけですね。早速試してみると、最初はいい感じですが、後半は角度が微妙にずれて、狙いがおかしくなっています。この仕組みはボツにして、火薬の反動を使って、銃のスライドが発射時に後ろに動く、ブローバックの動きを再現してみましょう。弾をリボルバーの方式に戻して、火薬の爆発が当たるように、バネをつけたスライドを追加します。と言っても、平行リンク記号なので、動かすと上下に位置がずれる感じですね。早速この状態で試してみると、ちょっと動きは小さいですが、
ちゃんとブローバックしてるように見えますね。弾も発射されているので、この仕組みは使えそうです。さらにハンドガンっぽくなるように作り込んでいきましょう。後ろにトリガー用のガラスをつけることで、頭で押して発射できるようにしました。最後に照準をつければ、ハンドガンの完成です。こちらの中に燃えている松ぼっくりをつけて、それを前に動かすことで発射する仕組みです。それでは早速、ハンドガン、発射ー！おー！本物のハンドガンっぽく、スライドがブローバックしています。一発ずつ弾を動かす必要はありますが、見た目はそれっぽいハンドガンになったんじゃないでしょうか。見えにくいですが、後ろについているガラスは、松ぼっくりを動かす仕組みにつながっているので、こちらを頭で押して撃つ感じですね。でも、かなり部品が多くて、その分重量も重いので、片手で持つことはできませんでした。それでも、両手で持って、頭でトリガーを押すことで撃つことができるので、実用性には、そこまで影響はなさそうです。近くの木を狙ってみると、おー、命中しました。でも、撃った後に結構壊れやすいのと、照準が覗きづらくて、安定して狙いをつけることが難しいので、あまり強い武器とは言えませんね。でも見た目は結構いいので、よしとしましょう。それでは今度は、こちらのザコキャラ軍団を狙って、ハンドガンで撃ってみましょう。いきますよー。発射ー！外れましたー。もう一発。おー！ザコキャラの顔面を破壊して、目玉が落ちてます。その後も何度か撃っていると、おー！いい感じに頭を吹き飛ばすことができました。それからも、ザコキャラ軍団を撃ち続けていましたが、やはり命中率が低いのと、銃が途中で壊れてしまうことが多いので、あまり実戦向きの武器ではないみたいです。それでも、ちゃんと当たれば、ダメージを与えられるので、見た目重視の人にはいいかもしれません。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。照準は位置が悪くて使えないので、銃の内側から覗き込む感じですね。頭でガラスを前に押せば、よし命中しました。そして2発目。よしまたしてもヒットです。しかしここで故障して、3発目は暴発して、松ぼっくりが壊れて、4発目も無駄撃ちに終わりました。安心して使えるのは、最初の2発くらいですね。ザコキャラ軍団のおかげで、いいテストができたので、最後はこちらの巨大スライムを狙って、ハンドガンを食らわせてあげます。それでは一発目。おー、上の小さいスライムに当たりました。そして2発目はなぜか45ダメージと、ダメージがエグすぎます。その次は、3発目、4発目と、外してしまいました。それからも、巨大スライムに向けて、ハンドガンを撃ちまくっていましたが、なかなか倒しきるところまで行きません。総弾数が4発だけなのが、結構辛いんですよね。よし、今度は一発目で、いい感じのダメージを与えました。そして、やったー！ 979 ダメージ！巨大スライムを倒しました。威力が高めの弾が当たって、2発目で仕留めることができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ハンドガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また